はい、それでは始めていきます。今回のエクササイズ動画に関しては、エクササイズじゃないですね、コンディショニングになりますね。はい、少しね、ストレッチというよりはこう動かしてね、アクティブレストなんて言い方をするんですけども、動かして疲労回復、ね、いわゆる血行を良くしていくっていうね、ところを狙っていく、そんなコンディショニングになっていきます。はい。じゃあまずはね、足首からいきたいと思います。体勢は寝っ転がってもね、こんな感じで長座、伸ばした座った形でもどちらでも大丈夫なので、足首を曲げる、伸ばす。はい、これを交互に繰り返していきます。はい、動かすね、速さはご自身にやりやすい形で大丈夫です。ちょっとゆったりめにやっていただいた方がね、よりアクティブレストにはしっかりなっていくかなっていう感じになりますので、あんまり早く動かすということをせずにね、ゆったりめに、はい、私の動きよりもゆっくりでも大丈夫です。はい、で今日のね、アクティブレストの種目は V ですね。はい、よく使う部分とか、あとは硬くなりやすい部分というところにね、フォーカスを当てていきたいと思います。はい、それでは足首ちょっとグッと曲げてキープしていきます。はい、そしたら今度は向こう側に倒してキープ。前側のね、ちょっと足首前側の伸び感とか、もしあったら指先もグッと丸くしていたり、グーのようにしてもいいかなって。はい、OK。はい、じゃあ続いて股関節していきます。今日はね、股関節のストレッチの形をね、作って動かしていきます。はい。で、柔軟性にね、よっては、この形がきついよという方もいらっしゃると思うんですが、無理なくね、硬い方も多分ここぐらいまではいけると思うので、こういう風にね、揺すっていく動きになります。はい。で、柔らかい方はしっかり伸ばしたポジションを作っていただいて、伸ばす、緩めるっていう感じです。はい、それでは行きましょう。で、このね、伸ばした時のこの反対がしっかり曲がってるっていうところもポイントになりますね。で、こうすると股関節だけじゃなくて、実はね、足首とか膝の関節もしっかり動いてますから、割と足の全体をしっかりね、動かせる。足の全体とか足のね、主要な関節を全部動かしてるね、足首、膝、股関節ね、ここをしっかり動かしていることになります。その中でもよりこの後ろにね、伸びてるこの股関節の伸び感をしっかり感じながらやっていただけるといいな。はい、じゃあここで伸ばしてキープしていきましょう。はい。で、ストレッチ、はい、いいですよ、楽にしましょう。ストレッチね、やりたいよって方はもちろんもっと長く伸ばした方がいいんですけど、今日はあくまでも、動かしてね、疲労を回復するっていうことがメインのテーマになりますので、ストレッチも少し短めにしています。その分ね、いろんな部位を動かそうかなというふうな、はい、感じです。ストレッチはね、ある程度やっぱ長く伸ばさないと効果がなかなか出ないよ、得にくいよ、ね、得られにくいよというふうには言われているんですけども、なのでストレッチを長めにやりたい方はもちろんね、長めにちょっと動画止めながらやっていただいてもいいかなと思うんですけど、まずはしっかり動かしてね、はい、しっかり取り組んでみてください。はい、それでは軽く伸ばして、はい。はい、OK、楽にしましょう。はい、それではちょっとあぐらになって、側屈していきましょうね。これはね、動かす、負担をかけるっていうよりは逆ですね。あんまり動かない場所になります。はい。じゃあまずは、片方ずつ交互に動いて、はい、揺すって戻しての動きからいきます。はい、お好きな方からで結構です。ゆっくり倒して戻す。ぐーっと倒して戻す。このね、上の方の手を遠くに今矢印の方向、こちらの方向に持ってっていくような、ちょっと硬い方は
少し上になると思いますけど、もちろん上でこのぐらいでももちろん大丈夫です。柔らかい方はちゃんといっちゃうかもしれないですね。はい。ご自身のもちろん可動域、柔らかさに合わせて動いていってください。気持ちよく軽い伸び感を感じながら戻して伸びて、はい、戻して。私は男性の中ではね比較的柔らかい方かなと思うんですけど、やっぱりね年を重ねるにつれてこの辺りは本当に動かなくなっていく場所かなというふうに思いますので、日頃からのね心がけ意識すごく大事だと思います。はい、それでは伸びましょう。はい、キープ。はい、結構です。反対行きましょう。はい、反対も伸びて戻って、これ多分やっていくと感覚的にすごくスッキリ感だったりとか、あとは動かしてるうちにどんどんね、これ当たり前ですけど可動域が大きくなってきますよね。柔らかさが感じられるようになってくると思いますね。で、逆に硬くてなかなか動かないよって方はね、少しやっぱりフォームローラーとか使ってグリッドとか使って少しね筋膜リリースした方がいいのかなっていうところではあるんですけどね、ある程度こう動かせるよって方はこんな風に動いていただいてのねケアもいいかなと思います。はい、それでは飲みましょう。どうでしょうか。気持ちいいでしょうかね。この脇腹が伸びてるなっていう感じね、やられるといいかなと思います。はい、結構です。やっていきます。はい、それでは横向きにね寝っ転がっていきます。はい、今度は肩関節と肩甲骨ですね。前習いみたいな感じで手を合わせていただいて、上の手をより遠くに伸ばして肘曲げながら後ろに引いていきます。はい、繰り返していきましょう。伸びて引いて、ちょっともしかすると腰あたりもこれね引いた時に腰がちょっとひねられる動きが入りますので、腰にも気持ちいいね刺激が入ってるかな、加わってるかなと思いますけど。はい、伸びて戻して、体はなるべくね上向かないように真横をキープしたまんま腕を後ろに引く。はい、では前にぐっと伸びてキープしましょう。もしかするとこの下の方のねこのラインのストレッチも感じれるかなと思いますね。はい、結構です。反対向いていきます。はい、それでは横向き。はい、両手前習いで手を合わせて、はい、ここから前に伸びて後ろに引いて伸びて後ろに引いて、肩こりがねひどいよとか結構ね悩んでるよっていう方はこのね肩の柔軟性のね、ケアはすごく大事というかねが気持ちよくね感じれるんじゃないかなと思うんですけど、効果もすごく得られると思いますので、いっぱいやってみてください。よし、はい、それでは伸びますよ。前に伸びて下のね肩の横のストレッチも感じながら。はい、結構です。はい、ではゆっくり床を押しながら起き上がります。はい、最後腰回りですね。はい、あぐらではなくてね足の裏を合わせてちょっとお尻とかかとの距離広めです。はい、そんなに無理に丸め込まなくていいですから、頭をこの中に入
意識を持っていただいて、左右に振っていきます。肩を膝につける、もしくはね、近づける、そんな意識でやっていただくと、はい、腰がストレッチされながらね、ゆるゆると左右に揺らされてる感じです。気持ちいいですか？はい、それでは真ん中で軽くストレッチをしていただいて、ちょっと深めにね、ぐっと入り込んで、はい、手を床について床押しながら押し戻していきます。はい、お疲れ様でした。今日は以上になります。